今回はライトニングブラックジャックの基本的なルールと遊び方を解説します。詳しくは固定コメント欄をご確認ください。ライトニングブラックジャックはエボリューションゲーミングによりリリースされたライトニングシリーズのブラックジャック版です。還元率は 99.56% と通常のブラックジャックと大きな差はないものの、マルチプライヤーが付与されるライトニングラウンドの存在により絶大な人気を誇ります。ライトニングブラックジャックには3つの特徴があります。1つ目は最大25倍のマルチプライヤーがつく点です。ライトニングブラックジャックではベット終了後に2倍から25倍のマルチプライヤーが付与されます。マルチプライヤーがついた数字で勝利した場合、配当が大幅にアップするので通常のブラックジャックより熱くなれるでしょう。2つ目は座席数に制限がない点です。一般的なブラックジャックを含む多くのライブカジノやテーブルゲームでは座席数に限りがあり、満席時にはプレイできません。しかしライトニングブラックジャックではその制限が取り払われています。混雑する時間帯でも満席になることがないのでストレスなくプレイできるでしょう。3つ目は 100% のライトニング手数料がかかる点です。ライトニングブラックジャックではベットするごとに参加手数料がかかります。手数料はベット額の 100% なので2ドルをベットした場合2ドルの手数料がかかることになります。それではライトニングブラックジャックのルールを説明します。基本的なルールは一般的なブラックジャックと同じで、手札の合計が21に近いプレイヤーが勝ちとなります。またライブカジノなので対戦相手は他のプレイヤーではなくディーラーです。早速見ていきましょう。まずはテーブルについてベットしてください。ベットタイムが終了するとディーラーの後ろに乗算されるマルチプライヤーが表示されます。次にプレイヤーとディーラーに2枚ずつカードが配られます。この時プレイヤーのカードは2枚ともオープンにされており、ディーラーのカードは1枚がオープン、もう1枚は伏せられた状態です。ディーラーの手札を見てカードを追加でドローするか決めます。手札の合計が22を超えるとバースト、つまり負けになるので欲張りすぎには注意しましょう。最後にディーラーの手札がオープンになり勝敗が決定します。続いてライトニングブラックジャックで遊ぶときに注意すべき点を2つご紹介します。1つ目はマルチプライヤーが獲得したラウンドの次のラウンドに適用されるということです。例えば1回戦目でマルチプライヤーを勝ち取ったら2回戦目に適用されます。さらにマルチプライヤーは獲得時のベット額にのみ適用されます。高配当を得るためにベット額を上げても追加したベット額にはマルチプライヤーが乗算されません。またベットを減らした場合は減らした後のベット額にしか適用されません。マルチプライヤーを最大限に生かすには前のゲームと同額をベットしましょう。ちなみにこのマルチプライヤーは勝利した時点から180日間保存されます。勝っている途中でゲームを降りても安心ですよ。2つ目はベットするたびに 100% の手数料がかかることです。通常のブラックジャックでは手数料がかかりませんが、ライトニングブラックジャックには高配当が期待できるライトニングラウンドがあるため手数料が発生します。これを知らずに高額ベットしてしまうと予想以上に資金が必要になりスタートから勝負が苦しくなることもあります。手数料を念頭に置いてベット額を決定しましょう。攻略法が気になるところですが、残念ながら攻略法や必勝法はありません。一方でブラックジャックの勝率を高めるベーシックストラテジーを活用することは有効です。こちらの表ではプレイヤーの手札2枚とディーラーの見えている手札の組み合わせから最も期待値の高いアクションを予測できます。ベーシックストラテジーはマルチプライヤーを加味しているわけではないものの、丸暗記することで少なからず勝利に近づけるでしょう。ライトニングブラックジャックは新クイーンカジノやエルドアカジノ、ビットカジノなど数多くのオンラインカジノで遊べます。詳しくは固定コメント欄をご確認ください。ライトニングラウンドで大きな勝利をつかみたい方は軍資金を十分に用意して臨んでみてはいかがでしょうか。